今日は長芋のわさび漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は長芋のわさび漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、わさびの香りが効いたとても美味しい長芋漬けを作っていきたいと思います。材料も手軽なもので作り方もすごく簡単です。わさびの風味をしっかり残す方法をご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。長芋、わさび、お醤油、お砂糖、お酢、だしの素、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず長芋ですが、今皮付きの状態で約 300g になります。そしてこちらのわさびですね。これはチューブわさびを使っていきます。あとだしの素は昆布だしを使っていきます。こちらお好みでかつおだしを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに漬けだれから作っていきます。小鍋にお水、そしてお砂糖を加えます。この2つを火にかけます。そして混ぜてお砂糖を溶かしながら一度お水を沸騰させます。はい、沸騰しました。で、沸騰したらここにお酢、だしの素、そしてお醤油を加えます。そしてさっと混ぜてだしの素を溶かしてください。はい、OK です。鍋肌がふつふつしたら火を止めてください。そしてだしの素を最後までしっかり溶かしましょう。お酢を最初から入れて沸騰させてしまうと酸味が一気に抜けてしまうので、軽く火にかけるぐらいにしてください。そしてお醤油もですね、沸騰させてしまうと風味が変わってくるので、お醤油も後から加えて沸騰直前で止めるようにしてください。そして肝心のわさびなんですけれども、わさびはね、少し温めるとわさびのツンとした感じが軽減してしまいますので、冷めてからわさびは入れたいと思います。ではこのまま一旦冷まします。続いて長芋を切っていきます。こちらはね、お好みの切り方で OK です。ではまずね、ピーラーで皮を剥きます。で、このようにね、ピーラーを使って皮を剥く時も長芋が結構滑るので、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。で、もしね、やりにくい時はキッチンペーパーで掴んでいただくと滑らなくなるので、キッチンペーパーで掴みながら皮を剥いていただくといいかなと思います。で、そしたらこちらを切っていきます。まず長芋を立ててだいたい1センチ幅に切っていきます。そしてあとは縦に1センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じです。このように切ってください。そして切った長芋なんですけれども、まずボウルにお水を張って、こちら分量外ですがお酢をね、小さじ1杯ほど加えます。そして酢水を作ってください。切り終わった長芋をこちらの酢水に入れて浸しておきます。そうすることで長芋のアクを抜くことができて、とても美味しく仕上がります。こんな感じでね、つけておいてください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、切り終わりました。そうしましたら全部ね、酢水につけていただいて、このまま10分ほどつけておきます。はい、10分経ちました。そうしましたらこちら水を切ります。で、水を切ったらね、さっと水洗いをしてぬめりを取ってください。この水気を拭き取ります。キッチンペーパーでね、綺麗に拭き取りましょう。で、上からかぶせて拭き取ります。はい、このように水分をしっかり拭き取れば OK です。そうしましたらね、ジップ袋を用意してこのように口を開いて、ここに長芋を入れていきます。はい、こんな感じでジップ袋に入れてください。それではこちら冷ました漬けだれにわさびを入れていきます。で、わさびはね、直接入れるとダマになりやすいので、このようにわさびをまず器に入れて、そして漬けだれを少し入れます。で、この漬けだれでわさびを溶きましょう。はい、OK です。このようにしっかり溶いてください。そしたらね、もう一すくい入れて、そしてなじませます。で、このぐらいね、シャバシャバになるまで漬けだれで溶いてください。で、あとはね、こちらに戻し入れます。そして混ぜましょう。はい、これで漬けだれは完成です。そうしましたらこちらの長芋が入ったジップ袋の中に流し入れます。そして軽くね、全体に優しくなじませていきます。で、全体になじんだら空気を抜いて少し平らにしてください。口を閉じます。
はい、これで OK です。で、このようにジップ袋でやっていただいてもいいですし、ホーローとかね、そういった容器に入れてつけていただいても OK です。それではこちらを冷蔵庫で3時間漬け込みます。漬け込んでいる最中はだいたい1時間おきぐらいに上下を逆にして漬け込んでください。ではこのまま漬け込みます。はい、3時間経ちました。こんな感じでしっかりと味が染み込んでます。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで長芋のわさび漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。長芋もシャキシャキで、このように味もしっかり染みて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。よく市販で売ってる漬物屋さんの漬物みたいです。美味しい。そこまでピリッとはしないんですけど、わさびの風味はね、きちんと残っててとても美味しいです。もうね、長芋がとにかくシャキシャキで、中までしっかり味が染み込んでます。これはいくらでも食べれますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の長芋のわさび漬けのポイントです。まず長芋なんですけれども、長芋を触るときに手がね、痒くなってしまう方は、手をですね、一度酢水につけてみてください。個人差はあるんですけれども、そうするとね、痒みが軽減する場合があります。ちょっとね、アレルギーとかお持ちの方はね、手袋とかしていただくといいかなと思うんですけれども、皮を剥いたり、あとは切るときにね、手を滑らせないようにだけ注意してください。まず長芋を切るときのポイントです。長芋は今回短冊切りにしました。こちらの切り方はお好みの切り方で切っていただいて OK です。そして切り終わった長芋は酢水につけるようにしてください。そうすることで長芋のアクを取り除くことができて、とても美味しく仕上がります。そして漬け終わったらさっと水洗いをして、その後水分をしっかり切って、さらにキッチンペーパーで水気を拭き取るようにしてください。そしてわさび漬けのタレの作り方のポイントなんですけれども、わさびはですね、最後に加えるようにしてください。わさびも一緒に加熱してしまうと、わさびの風味が軽減してしまいます。なので必ずね、長芋を入れるタイミングで加えるようにしてください。そして漬けている時のポイントです。今回はね、ジップ袋で漬けたんですけれども、密閉できるね、ホーローの容器だったりとか、あとはタッパーで漬けていただいても OK です。で、今回みたいにね、ジップ袋で漬ける時は1時間おきぐらいにね、上下逆にしていただくと、まんべんなく均一に味が染み込みます。なのでお時間がある時はね、ぜひね、上下裏返しながら漬け込んでいただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は長芋のわさび漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。